こんにちは、まるたびチャンネルのまるです。今回は世界遺産に認定された姫路城を紹介します。国宝姫路城は平成5年12月、奈良の法隆寺とともに日本で初の世界文化遺産となりました。白鷺が羽を広げたような優美な姿から白鷺城の愛称で親しまれる姫路城。早速、桜門橋を渡って入っていきたいと思います。この橋は内堀にかかっている橋です。現在の桜門橋は発掘調査で出土した橋台の跡を生かしながら江戸時代の木橋をイメージして築いたものです。幅7メートル、長さ22メートルあり、平成19年2月に完成しました。門が見えてきましたよ。姫路城の構内に入る際に最初に通るこの門が大手門です。実はこの桜門橋、大手門は新造されたもので、復元などが行われたものではありません。もともと大手門は三重の門になっていたようで、簡単には突破できないようになっていたようです。現在の大手門は昭和13年に建てられたもので、昔には霧の2門があったところです。当時、軍用車両の通行を確保するため、軒高を高くしてあるそうですよ。門の内側には階段が作られていますね。中から外の様子を伺うためでしょうか。この階段を登って外から攻め入ろうとする敵を攻撃していたのでしょうか。こういったところにも守りが固かった姫路城の工夫が見て取れますね。この広場は三の丸広場といって、コンサートやイベントなどを行っているようです。春は桜が綺麗な場所で多くの人が花見に訪れるようですよ。桜の向こうに姫路城を眺めながら花見で一杯。こりゃ贅沢ですな。今私たちが目にしている姫路城の大天守は1609年に建築されたものです。徳川幕府ができたのが1603年なので、その頃からあるんですね。400年以上が経過した現在でもその美しい姿を残しています。なぜ姫路城は白鷺城と呼ばれているのか知っていますか？その名前の由来は白漆喰で塗られた真っ白な外観が飛び立つ前の羽を広げた鷺の姿に似ているためと言われています。姫路城は白漆喰総塗りゴメ作りという方法が採用されていて、壁はもちろん屋根の瓦の継ぎ目にまで真っ白な塗り壁材が使われています。天守の窓から屋根を見るとわかるんですが、実際のところ屋根は真っ白ではないんです。つなぎ目が白く塗られているから、遠くから見ると屋根まで真っ白に見えるんやね。屋根まで見えるんやね。今笑うとこですよ。そうこうしているうちに姫路城入り口に着きました。入場券は入場口横の自動販売機で購入できます。料金は大人1000円、小学生から高校生までが300円です。小学校就学前は無料なんです。高校生まで300円で入れるっていいですよね。支払い方法もいろいろ選べて、現金はもちろん各種クレジットカード、電子マネー、交通系電子マネー、QR コード決済も使えて本当にありがたい。開場時間は午前9時から午後5時までで、入場は午後4時までみたいです。令和6年は6月から8月は開場時間を1時間延長するみたいですよ。休場日は12月29日、30日だそうです。さあ、いよいよ姫路城内に入っていきます。気持ちは姫路城に攻め入る侍。よし、あの城を攻め落とすぞ。しかしここから見える城のシルエットがなんとも美しい。
やっぱ日本の城ってかっこええよなって言ってる間に城壁の穴から鉄砲でバン。この穴はサマといって敵に向かって鉄砲や矢で攻撃するための穴です。丸、三角、四角は鉄砲、長方形は矢と言われています。この姫路城の入場ゲートから入ってすぐのところにある門が菱の門です。その手前が上り坂になっている上に曲がっているので、攻め入った武士たちがここで滞ってしまうことは想像できますね。ってことは、様からここに溜まった武士たちを狙い撃ちされて、こりゃ無理だ。菱の門は3の丸から2の丸へと通じる大手口を固める櫓門です。名前の由来は柱の上部にある歌舞伎に菱の門が打たれていることから名付けられたそうです。姫路城内で最も大きく立派な構えの門で、花頭窓が見事ですね。伏見城から移築されたという説もありますが、真偽は不明です。実はこの姫路城はその400年の歴史の中で戦で壊されることなく、近代の戦火に遭うこともなかった類稀な城です。その結果、天守や櫓、門などの保存状態が非常に良い上、他に例のない建築物も多く残っており、極めて貴重な文化遺産となっています。さあ、菱の門をくぐりました。実は第二次世界大戦中、アメリカ軍の空襲を受けた際、姫路城にも爆弾が落ちてきたそうですが、ここでも奇跡が起こり、着弾した爆弾が爆発せず、姫路城が焼失することはなかったとのことです。大天守内に落ちた不発弾を城外に運び出し処理したそうですが、爆発していたら今の姿はなかったかもしれませんね。それにしても海外からの観光客が非常に多いですね。2023年の海外からの姫路城来場者は過去最高の40万人を超えたようです。円安が進んで日本への海外からの観光客が増えたとはいえ、日本の城の人気は高いようですね。さあ、伊野門が見えてきました。伊野門は菱の門をくぐった正面に位置する場所にある門です。内部側は門の柱の内側に控え柱を2本立てて、それぞれを間でつなぎ、それぞれに小さな切妻屋根がかけられた高麗門様式となっています。伊野門をくぐると、そこは二の丸です。姫路城は門をくぐるたびに新しい雰囲気を見せてくれますね。あとどれぐらいの門を突破したら本丸に行けるのでしょうか。そもそもこの道は本丸に続いているのでしょうか。攻め入った武士たちはさぞ不安だったでしょう。しかも四方八方に様が見えるので逃げ道はなさそうですよ。ここの芝生のスペースは国際会議に限って利用できる非常に貴重な歴史的空間です。ここから見える姫路城もかっこいいですよね。見える角度が変わっていろいろな表情を見せてくれます。続いては炉の門。炉の門は菱の門をくぐり直進方向に見える伊野門の先に位置する場所にあります。菱の門、伊野門などの様式と同様に筋金饅頭金物や八層金物などの装飾が施され、脇戸付きの重厚な造りになっています。炉の門の東側には石垣と土塀が設けられ、土塀には様が開けられています。そういえば様の形ですが、グループ分けにも使われていたようですよ。あなたは四角の鉄砲グループみたいにね。
ここから U ターンカーブがあって次の門に向かいます。これは大勢で押し寄せたら絶対に前に進まないパターンですよね。渋滞しているところに様から鉄砲や矢でバンバン攻撃されるんでしょう。こりゃたまったもんじゃない。うわ、この道狭すぎひん？しかも左の壁の上には石落としの窓があって、そこから敵に向かって石が落とされてきます。特に塀をよじ登ってくる敵をやっつけるために使っていたようですね。諸説ありますが、糞尿を沸かしたものを上からかけていたという記述も。それはきつい。ちょっと様を覗いてみましょうか。どれどれ。なるほど、ここから先ほど通ってきた炉の門がしっかり見える。ってことは炉の門を通ってくる敵をここから狙い撃ちできるってことですよね。これめちゃくちゃ怖くないですか？この坂はある時代劇の撮影に使われたことから将軍坂とも呼ばれているようです。何の番組かわかりますか？昭和生まれならすぐわかりますよね。次に見える門が刃の門です。刃の門は天守への侵入を防ぐ重要な門。堅固であり、容易に守りを突破されないように作られた楼門で、門扉には石落としが備えられています。しかも、いざという時には両側の石を崩して門を塞いでしまうという構造になっています。築城にあたっては、寺や古墳の石などありとあらゆる石を献上させて石垣や礎石に使います。そんな天陽石が刃の門にもあります。刃の門の礎石部分をよく観察すると一風変わった石が見つかります。実はこの石灯籠の台座の天陽です。姫路城にはこのような天陽石がいくつか見られます。古墳から出てきた石の棺が使われていたり、彫刻が施されている石が使われていたりと、庶民から石という石を献上させてできた城だということがわかります。さあ、刃の門を抜けました。階段を上って次のステージに進んでいきます。実はここからが本当の恐怖の始まりです。刃の門から二の門を抜けるまでが姫路城最難関だと私は感じています。本丸はかなり近くなってきたのですが、まず城壁がかなり高いですね。よじ登っていくにはかなりリスクが高いと思われます。まずこのカーブ、行き先の状況が全く見えません。曲がった先に敵が銃を構えていても全然見えないんです。こりゃあ怖いわ。さあ、曲がった先に何が待ち構えているのでしょうか。ここもまた城壁がせり出していて通路が狭くなってますね。迎え撃つ側からすると一列に並んでくれたら先頭から順番に狙い撃ちできる。さあ、見えてきました二の門。いよいよ本丸へと向かう最後の関門、二の門の登場です。この門は後で訪れる布門と並んで城内屈指の防御力、攻撃力を誇る櫓門です。ここを抜けて出た空間は西北腰車と呼ばれていますが、まさに本丸はここから始まります。したがって姫路城にとっては二の門は最後の砦です。そうそう、姫路城は要所要所で AR による説明動画を見ることができます。専用アプリを入れるだけなので、ぜひ訪れた際は活用してください。AR によると、あの窓から鉄砲で攻撃していたようですね。外観を見ていただければすぐお分かりのように、門は門中、歌舞伎、大戸からくぐり戸まで
一面鉄板で覆われています。しかも門の内部は低い天井の穴蔵を右に曲がりながら階段を上るという構造になっています。これは長い槍を持ったまま入ろうとするとかなり大変。味方を刺しちゃいますよね。また低い天井にはまだ意味があって、天井から攻撃ができるようになっているんです。上からの攻撃を避けながら進もうとすると、転んだ。足元が見えなくなりますよね。頭上からの攻撃をなんとかかわして門を抜けた途端に、ここに総攻撃を受けるとひとたまりもありません。こりゃあ城の中には入れませんわ。まさに敵の軍勢を最終的にここで壊滅させることを狙った建築だということが理解できるでしょう。逆にもしこの二の門を破られたら、もはや本丸中枢まで大きな防御装置はなく、落城は時間の問題です。姫路城の大天守の高さは姫山という標高 45.6 メートルの山の上に立っていて、石垣が 14.85 メートル、建物が 31.5 メートルで、合計海抜92メートルにあります。ここは炎門で小さな門構えとなっています。いよいよたどり着きました、姫路城。ある意味ここにたどり着くまででお腹いっぱいです。いくつも門があり、要所要所で様から狙い撃ちされる作りになっていて、道は細くて上り坂や階段になっている。遠くから見ると城壁が白くて美しく、別名白鷺城と呼ばれる芸術的な城ですが、実態は敵があっという間に全滅してしまうという難攻不落で、防御が圧倒的に強すぎる恐ろしい城だったのです。ここの城壁にも有名な天陽石があります。乳母返しと呼ばれる石がこれ。言い伝えによると、その昔羽柴秀吉がこの地に城を建てようと思ったが、石不足でなかなか思うように工事がはかどらない。困り果てて石を提供するよう城下に触れを出したところ、城下に住む貧しい老婆が、自分は何もお役に立てないがこの臼でも使っていただければと自分が使っている石臼を秀吉に差し出した。大いに喜んだ秀吉はこの臼を最も大事な天守の土台に積み込んだ。この話を伝え聞いた城下の人々は我先に石を提供して、お城は瞬く間に完成したとさ。めでたしめでたし。でも実はこの城壁は豊臣秀吉が築いた天守台を池田輝政が一回り大きく作り直したものだそうです。あれ？さあ、水の2門をくぐります。奥に見えるのが水の3門で、どちらも入り口が非常に狭くなっています。これは相手の侵入を遅らせる目的と、石を落として通路を塞ぐ目的があります。水の3門を塞がれて、この城壁の上から攻撃されたらかなり厳しいですよね。ちゃんと石落としもありますね。実は水の2門から3門にかけては下り坂になっています。なので3門のところが低くなっていて、抜けたところは階段になっています。ってことは石を落としていったら3門の入り口付近に溜まっていくってことですよね。これも計算されているってすごい。さあ、いよいよ本丸にたどり着きました。いやー、ここまでの道のりが凄まじかった。あんなにたくさんの門があって、それぞれ突破するのに大変で、しかも通路は狭いし、上り坂だし、くねくねしてるし、ありとあらゆる場所に狭間があって狙い撃ちされるし、狭間の数は当時2500から4000箇所あったとされていて、鉄砲戦を想定して作られたとされる松本城でさえ115箇所と言いますから、その数は異常なほど多いです。そうそう、先ほど戦時中に不発弾が姫路城に落ちたことがあって爆発してたら大変だったと言いましたが、実は戦争中
姫路市には日本軍の施設が多く置かれていて、また軍需産業の拠点にもなっていました。軍の拠点ということは当然爆撃の対象になっていました。町のシンボルである姫路城の美しい白漆喰はかえって目立つのでした。そこで空襲から逃れるため、偽装網と呼ばれる黒く染めた網で城を覆いました。その後は今も目にすることができ、姫路城西の丸百軒廊下に網をかけるときにフックにした L 字の釘が残されています。案の定、1945年7月3日の姫路空襲で城下は焼き尽くされてしまいますが、戦闘機からは姫路城は沼に見えたらしく、集中攻撃は避けられたそうです。そうこうしているうちにいよいよ姫路城内に入ります。中は土足禁止なので靴を脱いでください。もし靴を入れる袋がない場合には貸してくれますよ。夏は特に水分補給に気をつけましょう。天守まで上がるとかなりの階段を上ることになります。途中で気分が悪くならないように準備しておきましょう。あと姫路城内にトイレはないので先に済ませておきましょうね。さあ、いきなり城内は真っ暗です。ワクワクが止まりませんね。床、天井、柱、壁、すべてが歴史ある建造物と思うと何か感じるところがありますね。ここは地階と呼ばれる場所です。お城は石垣から上を1階と数えます。石垣に囲まれた地階は外からは石垣しか見えず、視界があるとは分かりません。なので窓があまりないんですね。この東大柱を覚えておいてください。後から出てきますよ。城で視界がある場合は主に倉庫として使われるケースが多いらしいのですが、姫路城大天守について言えば流し台や川屋が設置されているのが珍しいそうです。台所屋ぐらい通じる扉もあり、戦の時に活用する目的があったのは確かですね。さあ、階段を上って1階に向かいます。視界より明るそうですよ。明るいし窓が多い。ここから見える景色は駅の方、姫路駅が見えるので、こちらが南側ですね。駅見える。1階は周りを武者走りで囲まれた内陣があります。武者走りとは読んで字のごとく、武者がここを走って鉄砲を撃ったり移動したりするスペースです。姫路城の武者走りは広いですね。ここを多くの侍さんが走り回っていたのでしょうか。1階ですから敵との距離も近く、攻撃を受けるリスクも高かったでしょうね。何かありそうですよ。何か書いてありますね。石落とし。石落としって書いてあります。なるほど、この穴から石を落として攻撃していたんですね。外から見るとここですね。そんなに大きな石は落とせない大きさですね。内陣は現在大きな部屋が1つと小部屋の3つに分けられています。設置されたパネルには姫路城ゆかりの甲冑と刀剣が紹介されています。実は大きな見どころがその隣にあって、斜めに亀裂が入っているように見える大きな柱があります。これは東大柱で昭和の大修理の時に修復された跡です。ハートってどこ？ありますね。これは六葉釘隠しといって、こちらも読んで字のごとく釘を隠すために付けられた金具です。ハートの形を猪目といって、女性に大人気ですよね。
外人さん大きい。さあ武者走りを進んで2階に上がる階段を探します。わっ、この階段めっちゃ急やな。結構上がるん大変やわ。階段というよりはしごに近いかも。結構大変や。大変や。上から誰か落ちてきたら逃げられへん。2階に上がってきました。これはさっきの1階かと思うぐらい同じような作りになっています。でもいきなり目に入ってきて気になるものが。壁に飛び出たたくさんの突起物。詳しく見たいけど柵があって向こうに行けない。反対側から回れそうなので後で行ってみよう。2階も武者走りが周りを取り囲んでいます。聞こえてくる話し声がほぼほぼ日本語じゃない。あ、右に見えるくぼみが千鳥破風の内部です。千鳥破風とは屋根の形の名前でこの部分を指します。あの屋根の内側ってあんなスペースがあったんですね。この辺りの作りは1階とほとんど一緒ですね。さて2階からの眺めはどんな感じでしょうか。あ、やっぱりさっきより高くなってる。ここにも広い内陣がありますが、屋根にある梁の形が1階より揃っていなくて原木の形を生かしたものになっています。また上に上がる階段の位置も1階とは変わっていますね。ちょっと中央寄りに階段があるようですよ。本当にここで住んでたり戦争したりしてたってことだからな。戦争なんてさ、いっぱい人が来てたら。3階に上がる階段は結構高いね高さもあるし狭いし角度が急。店主にご飯を運ぶものなら絶対途中でひっくり返す自信があるわ。何やら上の階に上がれば上がるほど階段の角度が急になるらしいですよ。ってことはこの先もこれより急な階段が続くのか。さあ3階に到着しました。この階の見どころは何といっても姫路城の大黒柱、東大柱と西大柱ですね。姫路城を支える2本の大柱は地階の床から6階の床まで全長 24.6 メートルあります。昭和の大改修により西大柱の3階部分と東大柱の根元部分は柱を継ぎ木されていますが、東大柱の上部は1本の柱からなる大黒柱で建築から400年ずっと姫路城を支え続けています。400年ってすごいですよね。東大柱が丸い柱だったのに対して西大柱は角材が使用されています。実は昭和の大修理の時、木曽ヒノキで1本の柱にする予定でしたが、運搬中の事故で2つに折れてしまい、下の方を木曽ヒノキで、上の方をここ播州地方にある笠形神社から切り出されたものを使用して3階で柱継ぎされました。なので先ほど右と左に分かれていて金具で固定されていたんですね。階段の踊り場から3階の全体を見渡すことができます。外側の武者走りのところは帰りに通るのでその時に紹介しますね。この踊り場って何に使われていたんでしょうね。ちなみに下は硬くて丈夫な倉庫になっているようです。右に見えている階段は下り専用の階段になっています。さあ4階に上がってきましたよ。最上階が6階なので
まだまだ見どころがありそうですね。あ、この四角い大きな柱は西大柱ですね。この4階の作りもめちゃくちゃ面白い。まずは窓が高くて階段付きの棚がある。これを石打ち棚と言います。監視や射撃などを目的とした台で、兵が登って応戦するための台です。この石打ち棚は姫路城の建築時に窓の位置が予想より高くなってしまったことから後付けで取り付けられたとも言われています。天井の梁に使われている木材も一本一本が見事なものですね。あ、ここは下の階でも見た千鳥破風の内部ですね。石打ち棚の上に上がって外の景色も見たいんですが、残念ながら柵が置かれていて上がることができませんでした。昔は上がって見ることができたようですよ。上がれなくはなってるこの上上がって上から打っててんのな。さあもう上まで行こうか。さあパパ先行くで。もう頭気をつけるな、これ打つわ。さあいよいよ5階に上がります。残るはあと5階と最上階。めっちゃワクワクしますね。あ、結構暗い。ここは4層目の屋根裏に当たるので窓が少ない。一つの大広間として使われていたようで、畳も敷けるようになっているようです。大丈夫？でもここまで畳を運んでくるの無理ちゃう？どれどれ、窓から見える景色はと結構な高さがありますね。今と違って機械がない時代にこの高さの建物を建てるのは本当に命がけですね。右側に見える階段はもともとなかったようで、観光客用に作ったものだそうですよ。床が結構傾いていて怖い。結構感じるほど傾斜があります。確かに床が斜めになってる。さあいよいよ最上階に上がります。この階段もかなり急で幅が狭い。しかも出口も狭すぎないですか？リュックを背負ってたら絶対引っかかって落ちそうになるやつやん。上がってきました、最上階。こんな感じになってるんですね。そして中央には小坂部神社があり、一言で言うと姫路城の守護神。姫路城が建てられる前から姫山に祀られていた神社で、明治12年からこの場所で祀られるようになったそうです。大天守は最上階のみ書院風に作られています。周りを囲む床面より内陣の床面の方が少し高く、天井もきれいに板が張られています。なあ、やっぱ外向きにあれなんかもな、この水がたまらんようにとか。名残惜しいですが、今から下っていきます。下りの通路もめちゃくちゃ狭いですね。あ、でも姫路城って最上階がゴールじゃないんですよ。実は下りの通路が実はめちゃくちゃ面白いんです。ついつい見逃してしまうポイントをお伝えしますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。この壁に出ている突起物は何だと思いますか？実はここに武器をかけておくんです。
場所的には鉄砲が並んでいたのでしょうか。これ何かわかる？下りの階段も急なので気をつけて降りてくださいね。横向きの方が降りやすいかもな。はい。特に頭をきつけそうになるので要注意です。さあ4階に降りてきました。石打ち棚があった階ですよ。この柱は西大柱ですね。この階は今は結構人が少なくなっていて見やすそうですね。めっちゃ急。なんか向こうに傾いてる気がする。うまいな。ロフトや。うわ、高っ。階段に滑り止めがついているので少し安心。石打ち棚が上にもあったの知らなかった。いやー、違う動きから見ると新しい発見がありますね。これさっきの中2階？これは武者隠し。伏兵をここに忍ばせておいて攻撃を加えるためのスペースです。外に向けた様と内側に向けた様があり、内側の様はここです。ここでも AR を見ることができます。 CG や映像で当時の様子などを見ることができるのですごくわかりやすいです。言葉だけだと伝わりにくいことも映像にしてくれると理解しやすいですよね。日本語は字幕で、英語は言葉で伝えてくれます。本丸内に10カ所、場外に15カ所見ることができる場所があります。これは宮本武蔵の妖怪退治の紹介 AR でした。こちら側にも武者隠しがありますね。実は下にも入り口があって、中で上下で部屋が分かれています。武者走りを歩いていきます。左には西大柱と東大柱が見えますね。右下には武器をかける棚があり、上には石打ち棚が見えます。正面右には武者隠しが見えますね。この回は見どころが多すぎですね。ちょっと外を覗いてみましょう。いやー、なかなかの眺めですね。窓には特にガラスや幕など貼られてないんですね。ガラスも何も貼ってないんだけど。あ、さっきの裏側なんや。あ、そうかもな。さあ2階に戻ってきました。ここは上りの時にブグ掛けを見ようと思ったけど柵があって見れなかった場所ですね。ブグ掛けには槍と鉄砲が置かれていたようです。この2階のブグ掛けが最も大掛かりなものになっています。一体何本の槍や鉄砲がここにかけられていたのでしょうか。上には鉄砲で使う薬莢入れが吊るされています。武者走りの広さがすごいですね。ここでも AR を見ることができます。
こんな感じでブグ掛けを使っていたんですね。ついつい昔この場所で起きてたことを想像してしまいます。さあ、1階に降りていく階段です。手すりを使いながら降りないと危ないですよ。慌てずゆっくり降りましょう。ついつい周りの壁や柱を見てしまいますけどね。釘隠しなんかもあったりして。大丈夫大丈さっき1階を見て回ったのがずいぶん前に感じますね。1階にもブグ掛けがありましたね。夫。ここから井の渡り櫓1階に渡ります。井の渡り櫓への入り口にある重厚な扉も見どころです。これ赤じゃないねんな。慌てるでな。そのもの食べたいな。焼き魚じゃねえな。あっさりしたものが食べる。これ骨組み。ここに姫路城の軸組構造模型があります。昭和の大修理の際に大天守解体修理のため20分の1で製作されたものです。実はこの模型の下に地下に通じる扉があるみたいですね。ここから炉の渡り櫓に入っていきます。ここでは過去の大修理の際に保存された瓦が数多く展示されています。歴史を感じさせる展示物が並んでいて、当時の技術を集結させて作られたお城だということがよくわかります。2009年から行われた平成の大修理で確認された瓦の枚数はなんと8万枚。そのうち再利用されたものが6万4000枚で、残りは新しく作られたそうです。平成の大修理は開始から6年後の2015年に完成しました。大修理前よりも白く見えたことから、白くしすぎとの声もあったようですが、経年劣化によってどんどん黒ずんでいくため、今の真っ白な姫路城は貴重な時間だと言えそうです。そうそう、平成の大修理でかかった費用ってどれぐらいかわかりますか？まあ普通に考えてもかなりかかりそうですよね。では発表します。実は24億円です。って金額がでかすぎてイメージできひん。続いて乾小天守に入りました。炉の渡り櫓から入って刃の渡り櫓に通じています。ここには姫路城の城下町の模型が展示されています。こう見るとお城って町の象徴というか中心なんですね。その昔、中廓輪や外廓輪では身分による住居区分がなされていました。上級武士ほど城に近いところに住み、北側は中級下級の武士が住むように町づくりが行われたのです。城下の中で旅人が出入りできたのは外廓輪だけでした。ここから見える景色はどこかなあ、これから降りていく備前丸が見えますね。雨が止んでくれてよかった。手前に見えるのは水の三門ですね。ここから石などを落としていたんでしょうね。ここからは靴を履いて移動します。借りていた袋をここで返します。環境への配慮も大事ですよね。ここからは西の丸が見えます。姫路城って本丸だけじゃなくて敷地内に見どころがたくさんありすぎて、全部見て回ろうとすると本当に丸一日かかると思います。にしてもこの本丸はすごかったですね。
地下の階から最上階までを支える西大柱と東大柱もすごかったですし、広すぎた武者走り、高い窓に上がるための石打ち棚があったり、たくさんの武具掛けがあったり、私が個人的に気になったのは武者隠しですね。相手が攻め入った際、あの狭いところで隠れているなんてめっちゃ怖い。私には絶対できないと思いました。確かに。あと全体的に思ったのが、階段が本当に急なのと狭かったこと。特に最上階に上がる階段はめっちゃ狭かった。さすが守りが固いことで有名な姫路城の大天守ですね。あ、後ろか。あと、あれも良かった。AR。専用アプリで見られる動画解説がわかりやすい。城内のスポットでスマートフォンやタブレット端末をかざすと、動画や写真とともに詳しい解説が現れます。それは無料で見られるので、ぜひ皆さんにも活用してほしいです。本丸から出て姫路城ツアーも終わりかと思ったあなた、それは大きな間違いです。まだまだ見どころを残しているのが姫路城のすごいところなんです。皆さんの知っている有名な話に出てくる井戸もこの先にあるんですよ。知っていました？詳しくはそこまで進んでからお話ししますね。改めて見るとすごいお城ですね。これが400年以上前に建てられたものだっていうのが本当にすごい。ちなみに本丸が奥に見えるこれ、手前の小天守は右に見えるのが西小天守、左に見えるのが乾小天守、後ろに隠れて見えないのですが奥に東小天守があります。今降りてきた場所が備前丸と呼ばれる場所です。ここから見上げる姫路城が圧倒的にすごいんです。ほらすごいでしょう。実は大天守と3つの小天守が並ぶ豪華な連立式天守は日本でもこの姫路城だけなんです。この備前丸に入る際に通るこの門が備前門。実はこの石の棺が使われているんです。この場所、名前がなんと腹切り丸。めっちゃ怖くないですか？備前門を出て里の門に向かって歩いていきます。この上が先ほどまでいた備前丸です。ここの石垣も結構な高さがありますね。何か看板があり、何か見ている人がいますね。ここはなんと階段で有名な播州皿屋敷のお菊さんが出てくる井戸だそうです。播州皿屋敷の簡単なあらすじはこうです。1504年、姫路城でお菊という女性が家宝である10枚の皿のうち1枚を割った罪を着せられ、暴行され殺されて古井戸に捨てられる事件が起きました。この事件以来、古井戸からは夜な夜なお菊が皿を数える音が聞こえるようになったということです。里の一渡り櫓には過去3回行われた大修理の際に取り替えられたシャチホコが展示されています。明治、昭和、平成とみんなで姫路城を守ってきた証ですね。布門を抜けていきます。この門は扉が鉄で作られていて強固なものとなっています。また上には2階櫓が乗っており、二重櫓の門で現存するのは日本でこの門だけだとか。布門を抜けたところにある扇の勾配、石垣は高くなればなるほど内部から圧力がかかり倒壊の危険が増えます。そこで地面に近づくにつれて傾斜を緩くし耐久性を強め、上に行けば行くほど敵の侵入を防げるように急勾配となっています。左手には布門があります。高い石垣の横を抜けていきます。この先に今は焼失してなくなってしまった小野門の跡があります。
ここですね。姫路城にはその昔いろは順に名付けられた門が15、その他の門が69、合わせて84門ありましたが、今はいろは付きが13、その他の門が8、合計21門残っているそうです。どうですか？思ったより多いですか？それとも少ないですか？ここに広がるスペースが二の丸です。ここから見える姫路城がすごく美しいので絶好の撮影スポットと紹介されています。伊野門に戻ってきました。そういえば先ほどの播州皿屋敷の階段ですが、実はあの井戸が城の外とつながっている秘密の通路になっているため、人を寄せ付けないようにするために作られた話という説もあるみたいですよ。信じるか信じないかはあなた次第です。この左手には三国堀という四角い堀があります。侵入してきた敵を混乱させて分断させる狙いがあるそうです。また堀に逃げ込んだ敵を様から狙い撃ちできるように準備していたようですよ。最後にお土産物屋さんに寄って帰りましょう。店内には本当に様々なお土産物が並んでいます。姫路城のグッズだったりお菓子だったり、また姫路市や兵庫県のお土産も販売されています。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。姫路城いかがだったでしょうか？私は今まで大阪城の天守に登ったことは何度かあるんですが、今回の姫路城のようにたくさんの門や城を守る仕掛けがある城には行ったことがありませんでした。いやー、今回はかなり衝撃的でしたね。でもめちゃくちゃ面白かった。その感情が少しでも伝わって、見ているあなたが姫路城に行きたいとなってくれたら嬉しいです。行ってみたいと思っていただけたらグッドボタン、いや YouTube で見るだけでいいわと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。